ボンジュー。今日はパリのブロカントフリーマーケットにご一緒しましょう。後半では美味しそうなものもたくさん登場しますので、どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。今日のブロカントはパリ3区ブルターニュ通りで年に2回開催されているものです。よく晴れた土曜日、今私はマレ地区を南から北へ向かって歩いています。テントが並んでいますね。今日私はお友達のあこさんと一緒にブロカント巡りを楽しみたいと思います。あら、出店者の方、これからご出勤というところでしょうか。よく晴れた土曜の朝、カフェのテラスで朝ごはん、いいですよね。あら、このワンちゃんはきっとブロカントの出店者の方の犬ですね。このスタンドアメリカンな感じですけど、バンブの飲みの市のジュリアさんのお店であったような小さなミシンを発見しました。お裁縫箱、あこさんはこれと同じものをすでに持っているそうです。やはり可愛らしい食器類にはついつい惹かれますよね。このカップ&ソーサー、爽やかな色合いの模様、どうやらイギリス製のようですね。あ、これはクリストフルよとあこさん。クリストフルって銀食器のと思ったら大正解。リモージュのアビラントとクリストフルとのコラボレーションのシリーズなんですね。このカップも美しいですよね。これもなかなかいい感じ。絵柄からすると英国製、やはりそうでしたね。裏にまでこうして絵が描いてあるって可愛らしい。猟犬がいて、これはスワンハタゴということかな。これ1枚5ユーロだったらなかなかお買い得なんじゃないかしら。チーズとか乗せても素敵ねとあこさん。確かに。このお皿もイギリス製で5枚で55ユーロと値札がついていました。金彩が施してあったりして、なかなか上等な感じですね。このスタンドの表にはなかなかいい感じのレトロなポスターのようなものがありまして、マダムが何やら作業をしていらっしゃいます。C'est simple, efficace. Oui, comme ça. Voilà. Et là, Comme ça, on n'abîme pas les affiches. c'est vrai. Et puis ça, c'est Ça se remet. Mais celui-là, il est vrillé un peu. Donc il se remet pas très bien. Donc ça, c'était le rôle de professeur C'est ça. à l'école. Voilà. Je vais le laisser comme ça parce qu'il est dur à retirer celui-là. これらは
学校の教室で使われていたものなんですね。今だったらお部屋とかお店のディスプレイに素敵じゃないですか？このスタンドにはいかにもフランスという感じのカフェオレボールがたくさん並んでいました。この模様はバスク地方のものかしら。一つが30ユーロと値段がついていました。こんな大きな家具持ってくるの大変だったんじゃないかしら。レコードプレイヤー、ここにはビクターの犬がいますけど、これは何でしょうね。こういうものもコレクターの方がいらっしゃるんでしょうね。スタンドの中に置ききれないのか、それとも脇道にまでお店が拡大していっているのか。私たちは朝9時半ぐらいから歩き始めたんですけれども、まだ準備中のスタンドもあるので、ちょっと寄り道をします。この通り沿いにパリで最も古い公設市場の一つ、マルシェ・デ・ザンファン・ルージュというのがあります。朝のマルシェを少し覗いてみましょう。この時間まだあまりお客さんは来てない感じ。生鮮食料品のスタンドの数は少ないんですけれど、このマルシェはイートインできるお店が多いのが特徴で、それがとっても人気なんです。でもまだ準備中という感じですね。と思っていたら、朝からこういうものを召し上がる方がいらっしゃるんですね。このマルシェ、数時間後にはすっかり様子が変わっています。後ほどご覧に入れますね。さて、ブロカントの方に戻って、通りの向こう側になんと日本の着物、振袖発見。この建物、パリ3区の区役所なんですよね。そしてここにも日本の着物。そうそう、この焼き物、私たちよく見かけるんですよね。何でしょう。Valoris, c'est au sud de la France. C'est Valoris, les ateliers de Valoris. de Picasso par exemple. Voilà, Oui. où il y avait Jean Marais qui a fait des poteries, Picasso qui a fait des poteries. Donc cette époque-là. Oui, C'est- なんとなく日本の焼き物を思い出させるような感じがしませんか？ Mais ça c'est très le. joli. Oh, ça c'est Valoris. Mais hier, j'ai eu des clients de Nagoya. Voilà, et il m'a pris beaucoup de choses. Ça, c'est par exemple ce que la dame elle a à la main, c'est des verres absinthe. Vous voyez, l'absinthe c'est une liqueur française très forte. Et Van Gogh, Gauguin, tous ces artistes buvaient beaucoup d'absinthe. Et il y a un Et tableau. et voilà. Et c'est l'époque. この焼き物は以前も見ましたね。 Ouais. Vous connaissez Je crois que ça c'est Satsuma. Kyushu. Satsuma. 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 Et Kyushu. En Normandie. Voilà. Marine, donc ça veut dire il y a. C'est les marins dans les bistrots de marins. Oui. Par exemple à La Rochelle, ils buvaient ça parce que les liqueurs très fortes. Les petites C'est cantines.
Je pense que c'est plus fort que le saké. C'est 75 degrés ou quelque chose. Alors c'est pour ça, c'est des tout petits verres. Pour les marins. Ouais. ブルターニ通りのブロカントはカフェのテラスと出店者の陣取り合戦という感じかしら。車道にもはみ出すような勢い。こちらは手芸用品のスタンド。シルクのタフタがかなり良い状態でありました。こういうメイドインフランスのシルクなんて本当に珍しいんじゃないかしら。で、これは何でしょ Attention, Non, non, ce sont des sacs à grains. sac à grains, ça veut dire. Ah, Voilà. Ils sont en chanvre. Les rayures sont en coton. d'accord, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va Alors, faire? sans transformation, c'est idéal à utiliser comme tapis, à utiliser en sac, ou faire un grand coussin aussi. Et après, on peut découdre les côtés, Pour de faire, oui. découdre. Et il y a une lisière de chaque côté, comme ça. Et il n'y a pas de couture au centre. Donc après, ça donne un grand lait. Et c'est bien pour les chemins de table, faire les rideaux. Et fait avant les années 40. Les années 40. Ah, Avant. Ouais. う。穀物を入れていた袋なんですって。 donc chaque 初めて知りました。 dessin de Les rayures, voilà. しかもこのラインの模様や折り方はそれぞれの生産者によって違っていたのだそうで、この袋で誰のものかが分かったんですね。こちらのスタンドのムッシュ、初めは自分で使うためにこの麻袋を買ったんだそうです。そしてベッドサイドに敷いて使ったとか。これなんか模様もとっても可愛いですよね。これで30ユーロ。紐を通す穴もついてるとアコさんが発見しました。この模様は北欧風かな。 Les années 50, 68. Ah, 68. あらら。こちらのスタンドのムッシュたち、自分たちもなかなかのアンティーク。当たり年の生まれだよなんて冗談を飛ばしてくれます。こういうやりとりもブロカントは楽しいんですよね。これにジャムなんか入れても素敵じゃないとアコさん。おしゃれね。まるで引っ越しですかという感じ。こちらのスタンド、絨毯が盛り上がってるの分かります？そう、メトロの排気口のすぐ上の場所にお店を開いてるんです。スタンドの中にいろいろなものあったんですけれども、私たちは薬味入れに注目。微笑ましいものがいろいろとありました。このワンちゃんは後ろにスプーンを入れるところがついていました。こちらのワンちゃんは何を運んでくれるのかな。皆さん、この場所なんだかわかります？そうなんです。バス停が陳列棚になってるんです。これが後ろから見たところ、まあ皆さん上手にお店を作ってますね。
そうそう、パリのバス停にはこうやって USB で充電できるところがあるんですよね。パリの信号も売っています。これエッフェル塔のプロジェクターって書いてありますけど、実際にこういうものがエッフェル塔で使われていたんですね。そして自転車もこれ売り物です。しかもここでちゃんと修理をして売ってくれてるみたいですよ。ずいぶん人が増えてきました。そう、人がたくさん集まるところにはこういうものがお約束ですね。匂いまでしてきそうでしょう。No, then I take this. This? Yes. Yes, thank you. Vous avez onion? Bien cuit là. This one. Ouais, celle-là. Onion? Do you want mustard? Yes, mustard. こちらはパリ3区の区役所の中庭。ここでもブロカントをやっていました。しかもちょっと特別なんですよね。どうやら子供専用のブロカントコーナーのようです。子供たちがもう使わなくなったものをここで売っていいということなんだと思います。子供にとってのフリーマーケットの場所が区役所前の中庭だなんて、すごく粋な計らいじゃないですか。今まさにお店を広げようとしている子たちがいました。Ce livre c'est 3 euros. Les deux c'est 5 euros. Ça on va partir sur 3 euros aussi. Ah ben le professionnel. Les Phantomus, les deux je dirais plutôt 6 euros. Si non pas 6 euros. Si les deux. Si les deux. Ah oh, Normalement, ça coûte combien? Si c'est nouveau. Ça normalement. Ça coûte 5 euros. 5 euros. Et donc là c'est une réduction de 3. Et les deux ensemble ça coûte 6 euros. Ah oui, d'accord. Très bien. Après, ça c'est une carte que je viens de trouver par terre. Non, c'est une carte Bravo. assez rare. Il y a des collectionneurs surtout qui prennent ça. Donc ça, je vais plutôt dire 3 euros aussi. Après, l'encyclopédie Pokémon. Oui. J'adore Pokémon. On va partir aussi sur 4 euros. Il n'y a pas ça, les deux, c'est pas 9 euros. 大人顔負けの商売上手じゃないですか。おや、彼らのお店にもうお客さんが来てますね。商談成立したかな。さて、ブルターニュ通りはブロカントがなくてもとっても楽しい通りです。美味しいもののお店が以前よりだいぶ増えている気がします。見てください。とっても魅力的ですよね。そうそう、メゾンベロという老舗のお店もここに出店していました。こちらのパテ類、ものすごく美味しいんですよね。そして先ほどのマルシェがこんな風に様変わりしていました。皆さん何を食べているのかちょっと覗きに。
ちらは北アフリカ系のお料理ですね。これクスクスですね。ここなんかとっても人気らしくって、ものすごい列になっていました。盛大にお肉を食べてます。このマルシェの中でのランチも魅力的なんですけれども、私たちは別の場所に移動したいと思います。ボントンという名前のお店です。まずはブティックの方にお邪魔しましょう。セメントタイルがなかなか素敵。お店のディスプレイがとってもおしゃれなんですよね。そしてこちらのケーキと名物のサブレがとっても美味しいんです。ショーケースの中がまるでお花畑みたいに美しいです。そう、このレモンケーキは私のおすすめです。見た目通りとってもしっとりしていますよ。そしてお店の奥の中庭のスペースがサロンドテになっています。私たちはここでランチにしたいと思います。こちらも人気店なので、あのマルシェの混み方を見たら、もしかして席がないかもと危惧していたんですけれども、大丈夫でした。お昼時はなかなか狙い目かもしれませんね。私たちはまずこちらをお願いしました。スモークサーモンとサラダとザクロの実が散りばめてあって、なかなかヘルシーな感じですよね。これを半分ずついただきます。狙いはもうお分かりでしょう。ケーキをしっかりといただきたいので、最初は軽くという作戦なんです。サラダの下には卵とアボカドがペースト状になっていました。こちらのお店はアンティークの食器を上手に生かしているなと思います。スプーンとフォークとかお揃いじゃなくたっていいんですよね。そして待ちに待ったケーキが来ました。どうです？もうお分かりでしょう。私たちこれも半分ずついただきます。こうすると複数の味を楽しめるからいいと思いません？このいちごの新鮮でとってもジューシーなこと、そしてピスタチオクリームの濃厚な美味しさ、塩味がしっかりと効いたサブレがこちらの特徴なんですが、クリームの甘さをしっかりと受け止めて、とってもバランスの良い美味しさです。さて、またブロカントに戻りましょう。この缶の模様はおなじみのパリのポンヌフですね。この子供用の食器は
ここからお湯を入れて温めることができるとあこさんが教えてくれました。私が気になるシルバーのお店、シャトゥでも聞かれて買ったんですけれども、なんとこちらのお店ではスプーンが3ユーロ、2ユーロというのもあるではないですか。私シャトゥで6ユーロぐらいで買ったんですよね。 Les ciseaux, c'était pour les drapiers. Pour les drapiers. このハサミ、昔生地屋さんで使っていたものなんですけれども、かなり重たいです。 Bah oui, c'est ce que c'est. Regardez celui-là, il est encore plus lourd, regardez. わお。あ、on ne peut pas. Ah non. Seulement. Non. そばにいたムッシュが痛がってるような仕草をしたんですけれど、彼は体のどの部分を押さえていたか、皆さんピンときますよね。この日私たちが一番の掘り出し物かもと思ったのがこちら、ペン皿とインク壺のセットなんですが、セーブル焼きです。2つで90ユーロ。でももし買うのなら80ユーロにしておくよとスタンドのムッシュが言いました。とはいえ実際に使って生かすことができなさそうということで、私たちは購入を見送りました。そして実際に購入したのはこちら、ジアンのお皿です。あこさんはすでにこのシリーズを3枚持っていて、4枚目として購入しました。1枚5ユーロならお買い得ですよね。最後までご覧くださいましてありがとうございました。パリのブロカント、お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が気に入られたらどうぞ高評価ボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。お寄せいただくコメントもとても励みになります。ではまた次回お会いいたしましょう。アビアント。